おはようございます。たかしです。本日は7月15日金曜日、ただいま9時35分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日は比較的大きく上昇してきました。ドル円が急上昇、あとポンドドルが大きく下落というところで、そのドル円の上昇に引っ張られた格好、そして最終的にはポンドドルの下落でまた押し下げられた、そんなイメージですね。昨日の陽線は上髭の長い状態になってますので、上値は重い、そんな印象を受けます。今は三角持ち合いの中に戻されてきて、その中で上限を目指しているようにも見えますが、ここですね、7月5日のこの陰線、日足の陰線ですね。この7月5日の陰線のハラミ足になっている状態ですね。この7月5日の陰線の上髭の先端、下髭の先端の中にずっと実体が入っている状態なんですね。なので、この陰線をどちらに抜けるかで今後の方向性がつくかもしれません。なので、昨日も上昇はしてきたんですが、ちょうどこの5日の陰線の髭先ぐらいのところで再び下落してきてます。本日もまだ上昇するかもしれませんが、この高値ですね、165.2 付近でしょうか。ここが意識されてくると思いますので、またその辺に来たところでは戻り売り、そしてまた下落してきたところでは底堅く展開しそうな感じ、今ずっと安値を切り上げてますので、またこの辺では押し目買いが入ってきそうな雰囲気ではあります。ただ全体的に見てますと、ストキャスティクスもうそろそろ高値圏に来ますので、そうなるとここからもう一段下落となってきます。それからこの MACD ですね、今下落モメンタムが消えて、ここからゴールデンクロス仕掛けてるんですが、このままクロスして上昇していけば、ここから三角持ち合いの上下を目指して上昇するんですが、今は上値も重そうに見えますので、一旦ここから反落するんじゃないのかなという風にも見えます。そう考えると、この MACD のモメンタムが消えかけたところでの再び再下落っていうところで、本日そろそろ陰線が出てきて、ストキャスティクスが、このまだデッドクロスですね、してくる可能性があるのかなという風には見えます。現在は GMMA 横ばいですので、上に上がるか下に上がるかっていうのが分かりにくい。ちょうどここで今乱高下してますよね。なのでどちらに行くって決めつけてのトレードは難しいんですが、長期的には週足でもそうですけれども、まだまだ上昇トレンド中なので、この三角持ち合いを一旦下抜けたとしても、基本的にはここですね。この辺、155円のミドルぐらいを割ってこない限りは、日足とした目線が上なので、またここから再び上昇していくとは考えるんですけれども、今はこの水色の三角持ち合いの中の下限付近に張り付いているというところと、上昇はしてきてるんですが、なかなかに上値が重いというところで、一旦下抜けてエネルギーを貯めてからの上昇になるんじゃないかと、そんな風に見えます。では4時間足です。現在はここの黄色のゾーンを上抜けてきてますね。なのでもう一度この紫の点線を目指すかもしれませんけれども、ここが5日の、陰線の部分ですね。この陰線の支点の部分で昨日を反発してきてますので、本日高値を目指しても再びここでダブルトップになって下落する可能性もあるとは見てます。ただもし上抜けたとしても、この水色のラインですね、この平行チャンネル、この下降チャンネルなんですけれども、そのライン上限はまた、意識されてくると思いますので、その辺が戻り売りポイントでしょうか。ここからどんどん上げていくというイメージではないんですね。昨日も比較的強く上げてきてて、ここのところ連続でずっと上昇してはいるんですけれども、なんとなくここから上げる雰囲気には見えないんです。なので一旦下を試してからの上昇ならいいんですが、このままじりじりと上げてもあまり優位性がある上昇とは感じられないので、どこかでやはり大きな下落を迎えるんじゃないかなという風に見えますので、基本的には押し目買いが本日も入りやすいとは思うんです。昨日の陽線を見てても、陰線より陽線の方が大きいし、数も多いですので、基本的には押し目買いが入りやすいとは思いますが、どれも今高値圏で、ここから一旦の調整で崩れる可能性がありますので、そう考えるとそれにつられて今度はクロス円も下げてくる可能性が高いなとは見ております。ただ本日もドル円が高値を更新していくと話は変わってくるんですが、それでも今ここは今少し上昇の仕方が怪しいなとは感じますので、この上昇してきてますが、この辺もヒゲが多かったですよね。でここでもまたヒゲっていうところで、なんとなくこのまま上げていくイメージではありませんので、上昇していた時は下落に注意ですね。で、また下がってきたところで押し目買いを買っていくような感じではいいと思います。で、長期的にはやはり上昇していくとは思ってますが、やはり短期的では一旦160円ぐらいを目指して下落してきてほしいところ、この辺まで下落すると次の上昇が迎えやすいんですが、今は、押し目買いをするにしても一旦160円ぐらいまでの下落を待ちたいところではありますね。
ストキャスティクスは今高値圏からデッドクロスはしてきてるんですが、あまりクロスの仕方が綺麗ではありません。マクディはあまり方向感がない感じですので、今日もここで動きが鈍るのかなという、そんな印象ですね。昨日の上昇が強かったですので、今日も押し目買いは比較的入ってくるとは思いますが、ここでの一応高値圏ではありますので、この辺は意識されて戻り売りも入りやすくなっているというところで、本日金曜日ですし、値動きはあまり大きくない可能性もありますので、無理なトレードは避けたいところですね。では1時間足です。昨日は強めの上昇をしてきてそこからの下落となっております。ただ行ってこいみたいな動きにはなってるんですが、結局下げきれていない。今はずっと安値を切り上げている状態ですね。ただこういった急上昇が起こった時っていうのは、そこから上昇をさらにしていくというよりも一旦の下落が起こりやすくなってますので、こういう急上昇が起こった時は一旦待つ、押し目を待つのがいいと思ってます。逆に言えばここでの逆張りのショートっていうのも機能しやすいんですよね。ですのでこういった強い上昇の後はそこからトレンド転換になって大きく下落するということも考えられますので、その辺を考慮してトレードする必要があります。現在は強く陰線で下げてきておりますが、もう少し時間足確定までは時間がありますので、これが大きな陰線で終えればここからの戻り売りが仕掛けられやすくなってくると感じます。そしてストキャスティクスは今高値圏からデッドクロス。前回のここのデッドクロスはこんな感じ。この昨日の下落ですね。なので比較的大きく下落することが予想されますし、あとここにトレンドラインが引けますので、このトレンドラインを割ってくるとさらにまたこの黄色のゾーンまでの下落が考えられます。ただここの黄色のゾーンまで下落してくると、もうそのまんま160円、この辺ですね。160円を目指して下落する可能性が高いと考えますので、本日ここからどうなるかっていうところが注目ですね。なので、あんまり上値は追いたくないんですが、上昇してきたとしたらこの紫の点線、もしくは先ほど4時間足で言ってました、水色の平行チャンネルの上限ですね。この辺ぐらいまで上昇してきたところでは、また戻り売り。で、この紫の点線の 165.3 付近、この辺に来たところでも戻り売り。で、ここを超えてきても、この後は一旦はついていきたくないなっていうのが個人的な感想です。あまり上値を追うようなそんな形には見えないんですね。できれば一旦下落してからの上昇になってほしいところですので、一旦の下落を待ちたいなと個人的には考えてます。なので、やるなら戻り売りかなとは見ているんですね。ですので、今のこの陰線なんかが確定しますと、そこからは売っていきやすい試合に変わってくるのかなと思いますので、次はここのトレンドラインを抜けられるかどうかというところで、一旦の下落を狙っていきたいところです。ただ本日金曜日ですので、あまり無理のないトレードをしていただければと考えてます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。